お母さん、今日は絶対に最後まで聞くのでし。花子、話す前から眠そうだけど、どうしたの？全然眠くにゃい。あらあら、学校でたくさん運動でもしたのかしら。本当に寝てしまったわ。これじゃあ花子さんが寝る前にならないわね。仕方がないから今日だけは花子さんが寝た後にだけどお話をしようかしら。そうね、眠るって言えば三年寝太郎。あるところにしなびた村がありました。この村は昔までは非常に潤っていましたが、今では土地が痩せてきたためか、また雨がなかなか降らなくなったためか、頼みの綱の農作がうまくいかず、みんな貧乏でした。ああ、昔はよかったな。もういらねえってほど米も作物も取れて、今じゃ川の水が痩せてきて、水を町から引くには大金がかかるから、どうにもできねえ。水が少なくても育つ作物も、あんまり金にならねえから、本当に参っちまうよ。あいつみてえに働かずにずっと寝てたら、食費も浮くんじゃねえか？それはそれでごくつぶしだろ。あの年齢で、あの体格で働きもしないなんて、養うだけ無駄だ。貧乏は人の心を狭くしてしまいます。この村には太郎という若者がおりましたが、趣味が寝ることと公言するほど布団が大好きでした。太郎や、そろそろ起きておくれ。とにかく寝起きが悪く、学校に通っていた頃は何とか起きていましたが、卒業してからは一日の大半を寝て過ごすようになってしまいました。もう少し手伝ってくれるとありがたいんだけどね。ついには起きるのが1週間に1度になり、1ヶ月に1度になり、そうした時に食事をするとトイレに起きなくてはならないと考えた太郎は、半年に一度起きた際、何も口にすることなく寝てしまいました。この子は不思議な子だよ。食べなくても筋肉が衰えないどころか、なんとなく体格が良くなってる気さえする。寝てる間に夢で筋トレでもしてるんじゃねえか？寝太郎ほどのぐうたら、肺呼吸だけで筋肉使うんだぜきっと。ちっけえね。ははは。彼はいつしか寝太郎と呼ばれるようになってしまいました。心配する母や村人の冷やかしをよそに、寝太郎は非常に健康なまま、次は3年も目を覚ますことはありませんでした。もう食い物がねえ。今年は特に雨が降らないどころか、害虫も大量発生して、駆除しても追いつかない。そこにイノシシまで大量に山から降りてきて、踏み荒らす、食い荒らすじゃどうしようもねえ。やっぱり、あいつの家が供物をケチったからじゃないのか？寝太郎が目覚めなくなって3年で、村は干ばつに見舞われ、今まで以上に作物が取れなくなっていました。村人たちは、こんなに村の状況が悪くなったのは、3年も寝ている寝太郎のせいだ、と考えるようになりました。そもそもオタクは2人いるんだから、2人分の供物を神様に備えるべきなんだ。それはご勘弁ください。この子がこれだけ食べずに寝てくれているから、私もなんとか1人分だけを確保できているんです。あいつが働けばいいだろう。多分あの子は眠りの病気なんです。どうか。じゃあ医者にでも見せるんだな。何度も見せましたが、原因はわかりませんでした。多分大きな病院じゃないとわからないような病気なんです。でも、そんなお金が。村の足を引っ張っておいて金がないだ。いいご身分だ。来月供物をしっかり2人分納めなければ。納めなければ？足りない頭で考えな。そう言って村人たちは去っていきました。太郎、母さん疲れたよ。もうあんたを守ってやる自信がない。母は泣きながら太郎にそう告げると、太郎の首を絞めようとしました。母さんもすぐに後を追うからね。ぐっと手に力を込めた瞬間、太郎がむっくりと起き上がりました。太郎？これはごめんなさい。水。
あればいいんだな。太郎はそうつぶやくと、村の一番高い崖の上に登っていきました。それから全力で岩を押し始めました。おい、ネ太郎が起きてるぞ。何やってるんだありゃ。岩押してんだろうな。どうするつもりだあのバカ。飯も食わずに一人で押せる岩のサイズじゃないだろうに。ほんとバカだったんだな。ネ太郎は3日3晩寝ずに岩を押し続けました。もういいから、母を許しておくれ。こんなことしてもなんともならない。真面目に働こう。そしたらもう少し村人が私ら親子を見る目も変わってくれるって。母さん、今までごめん。辛い思いさせた。そんなことはないよ。うちは父ちゃんが早くに亡くなったからね。私にはもうあんたしかいないんだよ。だから正気になっておくれ。母さん、俺は正気だ。そしてネ太郎が1週間寝ずに押し続けた結果、やりやがったあいつ。川の水がせき止められて下流に行かずに田んぼに水が流れてきたぞ。ほんとだ、あいつはこのための力を貯めていたのか。こりゃすげえ。村人たちに蔑まれていたネ太郎はたちまち英雄扱い。神様の代わりにネ太郎の家に作物が分けられるようになりました。太郎、あなたのおかげで村に活気が戻ったよ。ありがとう。母さん、それできるだけ食べずに取っておいて保存食にして。変なことを言う子だね。まあわかったよ。いつまた悪化してもいいようにだね。それからとにかく身軽にしておいて。まさかこの村を出るのかい？時が満ちたらだ。今はその時じゃない。そうつぶやき、またネ太郎は眠ってしまいました。変な子だね、本当に。村人たちは最初はありがたがっていましたが、それが当たり前になるとまたネ太郎の家をないがしろにし始めました。まあ、1年食うに困らない環境をやったんだ。もう渡さなくてもいいだろう。いつまた神様にしっぺ返し食らうかわかんねえしな。川の流れさえ変わってしまえばこっちのもんだ。こうしてまた太郎の家に食べ物が渡されることはなくなり、今まで以上に供物を出すように言われるようになりました。喉元すぎればとは本当だね。誰のおかげで村が潤ったと思ってるんだい。あのままだったら村をとっくに追われていただろうに。怒る母の隣でネ太郎がまたむっくりと起き上がりました。太郎！母さん、荷物まとめてある。言われた通りにしてあるよ。保存食もできるだけ作っておいた。逃げるよ。夜明けが来る前に。そう言うと、ネ太郎は大八車に最低限の家財と保存食を乗せ、一緒に母を乗せると、ものすごい速さで村を後にしました。どこに行くんだい？ネ太郎が走った先は、例の岩のあった崖の上でした。まあ見てて。彼らがたどり着いた瞬間、村に大雨が降ってきました。ネ太郎は神様を祀ってある小さなお社で雨宿りをしながら、いぶかしげな母と一緒に村を眺めました。すると、流れを変えた川の上流からものすごい勢いで水が押し寄せてきました。村が！母の叫びとともに村は一面濁流に飲み込まれてしまいました。流れ、無理やり変えた。雨がたくさん降ったら持たない。みんなにこのことを伝えれば助かっただろうに。母さんは甘い。2人なら雨宿りができるからいいけれど、大勢の人間がここに来たら地盤が緩んで、この崖も崩れてしまうかもしれない。2人だから助かった。それに、母さんが今まで村の人たちに何をしてもらったの？ぼんやりと母は村人に散々蔑まれてきた今までを振り返りました。そうだね。あんたの言う通りだよ。この1年以外、ずっと後ろ指を刺され続けてきた。さあ、雨が止んだ。新しい家を探しに行こう。俺の眠りの妨げられない場所へ。はい、おしまい。よく寝起きの悪い人って言いますけど、度を越した寝起きの悪さは一種の病気かもしれません。
しかも実は全部聞こえているかもしれないので、皆さんも寝起きの悪い人が近くにいたらご注意を。それにしても彼の特殊能力はそれほどに体力を使うものなんでしょうか。それとも彼はお告げをもらうために眠っていたんでしょうか。それは彼しかわかりませんね。ふふ。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢。